春雨物語。死に首の笑顔。津の国鵜原の女子の丘は、昔から人が多く住み、鯖江姓の人が特に多かった。酒造りをなりわいにした者が多く、中でもご宗寺という家がことさら繁盛しており、秋には米つきの歌が家の前の海に響き渡り、海の神を驚かすほどであった。このご宗寺の家には一人息子がいて、名を五蔵と言った。父には似ず、生まれつき都人のように歌や文を好んで習い、弓を取っては飛ぶ鳥をも射落とし、優しい容姿に似合わず、心は勇ましく、人のためになろうと常に志し、礼儀正しく、貧しい人を憐れんで、力を貸すことを務めと考えるほどであった。父は鬼のような人であったゆえに、鬼宗寺と呼ばれたが、息子は仏像殿と尊敬され、人々はこの五蔵のもとに集まって、心の安らぎにしていた。同じ家の中にいるのに、父のところへは人が寄りつかないのを怒ったご宗寺は、用のない者には茶を飲ませぬ、と書いて門の壁に貼り、目を光らせてやかましく言い立てた。また同じ姓の元助という人は、長らく家が衰えたままで、わずかな田畑を自ら好きくわを持って、母一人、妹一人をようやく養っていた。母はまだ50にもならなかったが、機織りをしたり、糸を紡いだりして、自分のことを顧みず働いていた。妹は宗といって世にも稀な美人で、母の手伝いをしながら火を焚き、飯を作って、夜は灯火を頼りに母と古い物語を読み、書き物も一通りできなければと学んでいた。同じ姓の人だからと、五蔵はよくこの家にやってきていた。その付き合いは浅くはなく、宗は五蔵に物を説いたり聞いたりして、師と仰いで学んだ。そしていつしか二人は気持ちを打ち明けて将来を約束し、母も兄もそれを良いことだと見守っていた。また親族の医者の幸恵という老人が、この二人を幸いなこととして、母と兄にも気持ちを聞いた上で、ご宗寺が酒を作っているところにやってきて、うぐいすは必ず梅に巣を作り、他に宿らないというように、あなたの息子のためにこの娘をめとるのがよろしい。貧しくはあるが、この兄も志のしっかりしたもので、まことに良いお話です。と進言した。鬼宗寺は嘲笑って、我が家は福の神の宿る家。あの浅ましい娘を招き入れるなど、
神の御心にかなうはずがなかろう。とっとと帰れ。そこを吐き清めろ。と罵り、老人が驚いて逃げ出したので、再びこの二人に橋を渡せるような人は現れなかった。この顛末を聞いた五蔵は、このことを父上、母上がお許しにならなくても、思い合う心さえあれば、きっとうまくいくから、と、昼となく夜となく通ったので、それを聞き知ったご宗次は、貴様は何の神に取り憑かれて、親の嫌うものと深くちぎるのだ。今すぐ縁を切れ。それが嫌なら裸になってどこへでも出て行け。親不孝という文字は貴様の読む本には載っていないのか。と声を荒げた。五蔵の母はそれを聞きかねて、何にせよ、父上の憎しみを買えば、身の置き場がないでしょう。貧しい人のところには決して行ってはなりませんよ。と言い聞かせ、毎晩部屋の前までやってきては、本を読ませるなどして離れなかった。宗は五蔵が来なくなった後も、いつもの熱い思いを知っているから、恨み言を言うこともなかったが、ふとした拍子に病にかかり、物も食べなくなって、夜も昼も部屋にこもるようになっていた。兄は気にも留めない様子であったが、母は胸が日に日に痩せてゆき、顔を青白くさせ、目のクマが黒ずんでゆくのを見て、恋煩いとはこのことでしょう。薬を飲ませたところで仕方がない。五蔵さん早くお越しになってください。と五蔵に伝えた。すると五蔵はその日のうちにやってきてこう言った。情けない。親の嘆きの在郷に、来世はどんなひどい場所に生まれ変わるのか。荷を担ぎ、夜には縄につながれてなお苦しい目に遭うでしょう。しかし初めから分かっていたことです。私は父に背いてでも、一度約束した言葉をたがえるつもりはありません。山深きところに隠れてでも、二人で暮らす日を楽しみに待っていてください。こちらの母上、兄上にお許しをいただいているのに、何の報いがあるというのでしょう。私の家は宝を積み上げ、それを父が守っている。良い養子でももらって、宝を増やせば、私のことなんか忘れて、100年も長生きするでしょう。しかし、人は100年も生きられない。たまたま生きながらえたとしても、50年は夜の眠りに消え、病に伏したり、お上の仕事に費やされ、指を折って数えれば、自分のものと言えるのは20年くらいのものです。山深くても、海辺でも、すだれの垂れ下がったボロ屋に住んで、世間から忘れ去られてしまっても、ただ思いのまま、世を生きる命として、1年でも2年でも一緒に暮らしたい。愚かだと思うことは、母上も兄上も、
そして私もあなたを救えない罪が本当につらい。たった今から生きるために心を入れ替えていただきたい。と熱く語った。ムネは、決して私を病などと思わないでください。私が思うままに寝たり起きたりするのをお叱りくださってありがとうございます。ご覧になってください。と、髪に櫛を入れて乱れを清め、着続けていた寝巻きも脱いで新しいものに着替えて、床を振り返りもせず起き出して、母と兄に笑顔を見せると、掃除を始めた。五蔵はそれを見て、心軽やかになられたのを嬉しく思います。明石の浜で釣った鯛を、海女が今朝船を漕いで持ってきたものがあります。あなたがこれを食べるのを見てから帰ることにいたしましょう。と、藁で包んだ魚を洗って取り出した。宗は微笑んで、ゆうべ夢見がよかったのは、めでたいという魚をいただくからだったのですね。と言って包丁を取り、煮物や塩焼きにして母と兄にも勧め、五蔵の右に座ってまめまめしく働くのを見て、母はとても喜んだ。兄は平然を装い、五蔵は涙を隠して、うまい、と言って箸を鳴らし、いつにも増して進んで食べた。そして、今宵はここに、と止まっていった。次の日、朝早くに帰った五蔵を待ち受けていたご宗次は、この柱を腐らす者め、家をないがしろにし、親を軽んじ、身を滅ぼすことが良いことか。代官に訴え出て親子の縁を切ってやる。何も言うな。と、鬼のように怒鳴った。母が中に割って入り、とりあえず私のところへ来なさい。ゆうべのことは私がよく五蔵に言い聞かせますから、とにかくそのようにしなさい。ご宗次は怒って睨みつけたが、さすがに我が子のことであるので、黙って部屋に戻った。母は泣く泣く事細かに注意する。五蔵は頭を上げ、確かにその通りです。私は若く、生死の判断も速やかに悲しむことなくできるでしょう。財産も欲しくありません。ただ、父上母上の言うことを聞かず出ていくことが、筋の通らないことだとは思います。心を改めますので、どうか私の罪をお許しください。と言った面構えは真剣であった。母は喜んで、神様の結んだ縁ならば、またきっと結ばれることでしょう。と慰めつつ、父に取りなした。ご宗次は、偽り者の言葉など聞く耳を持たないが、酒造りの長が腹を壊して、ゆうべから寝込んでいる。蔵の隅々の盗人どもが、
何度も米や酒を隠しているのだ。お前が行って見張ってこい。それからおさも見張ってやれ。あの男がいなくては一日いくらの損が出るかわからない。今すぐだ。と追い立てた。五蔵は命令されて何も吐かずに、ただ蔵を見回ってきて、帰りました。と言った。ご宗次はそれを見て、その仕事着が似合うのは、福の神が仕立ててくれたようなものだ。今日から次の正月までは、物を食うのも仕事のついでにせよ。ああ、忙しい宝の山よ。福の神に追いつくのだ。ついでに言っておくぞ。お前の部屋には書物とかいうものが高く積み上がっているが、夜に火を灯して読むのは油の無駄遣いだ。これも福の神は嫌うというぞ。神屋にこれを売ったのでは元が取れぬ。これを書いた本屋を読んで買い戻させろ。親も知らないことを知ってどうするというのだ。本当に親に似ぬ子は鬼の子というが、お前のことだ。と罵った。五蔵は、何事も今後は受けたまわります。と言って、毎日仕事着の袖をまくって、父の意のままに働いた。これで福の神の御心にかなうだろう。と、ご宗次は大いに喜んだ。かの娘の方は、五蔵の訪れが途絶えてしまったまま、病は重くなり、今日か明日かと母と兄は嘆き、五蔵にこっそり使いを出した。五蔵はいつかこんなことになるのではと、哀れに思う気持ちに耐えられず、使いの後について急ぎやってきて、親子に向かってこう言った。こんなことになるのではと思っていました。来世があるというのは、嘘か誠かもわかりませんので、頼りにすることはできません。ただ、明日私の家に宗を送ってください。1000年でも、たった一時でも、夫婦は夫婦です。我が父上母上の前で、立派に腰入れしてみせようと、願うばかりです。兄上よろしくお願いします。元助は答えて、何事も仰せのままに執り行いましょう。ご実家の方はよろしくご準備ください。と笑みを浮かべた。母も、いつ門出を迎えられるかと待ち遠しく思っておりましたが、明日と聞いて安心しました。と喜んで茶を入れ、酒を温めて持ってこさせ、杯を取って宗に注ぐ。宗は本当に嬉しそうに、三々九度の杯を交わした。元助は歌を歌った。その夜は鐘の音を聞いて、また締め出されてしまってはと、五蔵は帰っていった。親子は3人、月明かりの下で心ゆくまで語り明かした。夜が明け、母は白い小袖を取り出して宗に着せ、髪を櫛で整えて、
私も若い頃の嫁入りの嬉しさを今でも忘れられません。あちらのお家に行ったら、ただお父様の鬼のような心もよく汲み取りなさい。お母様は必ずあなたを大事にしてくださいます。と化粧をさせ、かごに乗せるまでいろいろなことを教えて聞かせた。元助は麻の上下で清掃し、刀を腰に刺して、またいつでも会えるのに長々と話しすぎです。と言いつつも母を止めないでいた。娘はただ笑みを浮かべて、また会いに来ます、と言って、かごに乗って行ってしまった。元助もこれに付き添って行き、母は門火を焚いて嬉しげである。この家の二人の使用人は小声で、これでもこし入れか。普通なら私たちもかごに付き添ってご祝儀をいただいて、雑煮の餅で腹いっぱいにできるというのに、当てが外れたな、と言って、今朝の飯を炊く煙は寂しげに燃えていた。かの家では思いもよらないことに使用人たちが、何者だ、一体何の病でここに来た、嫁が来るなど聞いてないぞ、と怪しんで立ち並んだ。元助はご掃除の前に正して、私の妹は五蔵様の思い人です。長い病で疲れております。五蔵様が急ぎ腰入れをと願ってくださったので、連れて参りました。本日はお日柄もよく、杯を取らせていただきたい。ご掃除は口を鬼のように目いっぱい開けて、何を言う。お前の妹に我が子が目をかけているのは知っていたが、断固として反対し、今は心にも出さない。お前らは狐にでも疲れて気が狂ったのか。と膝を立て直し、目を怒らせて、帰れ。帰らなければわしが手を下すまでもない。男どもに棒を持たせて追い打つぞ。と恐ろしげに言った。元助はこれを打ち笑って、いいから五蔵を呼べ。急ぎ腰入れをと言いながら、月日が経つうちに病で死んでしまう。せめてこの家の庭で死なせてやりたいと願い、連れてきたのだ。ここで死なせてくれ。この家の墓に並べて葬ってくれ。お前がケチなことは知っているから、この家の金は使わない。ここに小判が3枚ある。この金では少ないかもしれないが、受け取れ。と言った。ご掃除は怒りで震え上がり、金は我が福の神がもたらすものよ。お前の家の汚れた金などもらってどうする。そもそもその女は嫁ではない。死人だと言うなら連れて帰れ。五蔵はどこだ。この汚らわしい騒動をどうするつもりだ。きちんと始末をつけなければお前も追い打つぞ。親に逆らった罪で代官に訴え出て処罰してやる。と言ったところに五蔵がやってきて、すぐに庭に蹴落とされた。五蔵は、好きなようにしてください。
この人は私の妻です。追い出すのであれば、今から手を取って出て行きます。かねてから思っていた通りの朝になってしまいました。さあ、と手を取って出て行こうとする。すると兄が、逃げていては負けてしまう。お前の妻だ。この家で死ぬべきなのだ。と刀を抜き、妹の首を切り落とした。五蔵はその首を拾い上げ、袖に包んで涙も見せず、門を出ようとする。父は驚いて馬のように跳ね上がった。貴様その首をどこへ持って行くのか。我が先祖代々の墓に入れるなど許さんぞ。それどころの話ではない。兄は人殺しだ。公にて罰せられるのだ。と、急いで村長へ知らせた。村長はこの顛末を聞いて、なぜそれほどに狂ったことが起こったのだ。元助の母は知らないだろう。と、家も遠くなかったので走って行き、このようなことがあり元助は気が震えてしまった。と、息をまくし立てた。母はいつものように旗織りをしていたが、それを聞いて、そうなりましたか。覚悟していたので驚きません。よく知らせてくれました。と礼を述べた。村長はまたこれにも驚いて、鬼はかねてよりご掃除のことと思っていたが、この母もまた鬼女だ。長い間よく角を隠していたものだ。と逃げ出し、代官に訴え出た。代官は関わった人々を捕らえて、お前たちこの騒動は何事だ。元助は相手が妹とはいえ、人を殺したのでここに留める。五蔵も問いただすべきことがあるので、ここに捕らえておくぞ。と、二人とも牢獄につながれた。そして10日ばかり経った頃、一同が呼び出され、ご掃除は罪がないように見えて罪が重い。分かっていながら己の心が良くないために、このような結果になったのだ。自宅に謹慎せよ。やがて裁きを下す。元助は母の許しもあるので、罪ではあるが罪は軽い。お前も自宅で謹慎せよ。五蔵の心は理解しがたい。しかしせめて責任を問うべきことでもない。と言って、再び牢獄に追い入れた。さらに50日ばかり経った頃、国主の裁きが出た。今回の事件はことごとく、五蔵とご掃除の罪によって起こっている。この里にいさせることはできない。即刻この里から追放とする。と言って、門より厳重に取り囲まれ、親子は隣の国の境まで追い払われた。元助も母と共にこの里を騒がせた罪により、この里にいさせることはできない。西の境まで追い払え。と言って、事件は終わった。ご掃除の家の宝は、
福の神と共に役所に召し上げられた。鬼掃除が地団太を踏み、手を挙げて大声で泣き叫ぶ様は本当に見苦しかった。五蔵、お前のせいでこのような罰を受けたのだ。と言って五蔵を引き伏せて撃った。五蔵は撃たれても逃げず、お心のままに、という。ご宗次は、憎い、憎いと言って、さらに五蔵を撃ち、そこかしこに血がほとばしった。里の人たちが集まってきて、かねてから憎んでいたご宗次を引き剥がし、五蔵を助けた。五蔵は命を助けていただこうとも思いませんが、死ぬわけにも参りません。と言って父の前に降りて顔色を変えずにいた。貴様はどうして貧乏神に取りつかれてしまったのだ。財宝はなくしたが、また稼げば元通りになるだろう。わしは難波に出て商人になる。貴様は勘当だ。我が尻についてくるな。と、ご宗次は顔を膨らませながら、どこかへ行ってしまった。五蔵はやがて髪を剃って法師となり、この山の寺に入って名高い僧となった。元助は母を助けて播磨の親戚のもとへ行き、すきくわを取って昔と同じ暮らしに戻った。母も旗を折り、その姿は宅畑千々姫のようであった。ご宗次の妻も親の里に帰って尼となったという。妹の首が切り離された後も微笑んでいたのは本当に勇ましいことだと人々は皆語り伝えたという。